どうも、ケイスケです。髪切ってきました。2ヶ月ぶりぐらいになっちゃってめちゃめちゃ伸びてましたよね、この前までね。長髪っていう感じだって、伸ばしてたわけじゃないんですよ。伸ばしてたわけじゃないんですけども、ちょっと2月切りに行こうと思ったらタイミングが合わず、このタイミングになっちゃいました。もう少ししたらまたパーマもね、かけようと思いますんで、新しい髪型楽しみにしてください。どんな楽しみやね。はい。で、今日はレンズのレビューです。こちら、サムヤン 50mmF1.4FE2 とバージョン2になります。実はね、昔にサムヤンから、50mmF1.4 のバージョン1っていうのがあったんですよね。あったんですけども、今回満を持していろんな部分バージョンアップさせて、この2っていうのが出ましたとなりまして、一つねサンプルを送っていただきました。で、このレンズレビューするかちょっと迷ってたりしたんですけども、ツイッターにね、このレンズ来たよみたいな話をしたところ、結構レビューしてくださいという、反響が大きくて、やっぱみんな気になってるんだなと思って今回はちゃんとレビューすることにしました。って言っても今回まだね僕も触りきれてないんで、ちょっとファーストインプレッションレビューという形になるんですけども、かなりいいよ。だって 50mm で F1.4 でこれ大体9万円ぐらいなんですよ。で、ソニーの純正の 50mm F1.4 って大体18万20万ぐらいプラナーのやつなんですけども、するのに対して10万円と、スペックだけで言うとね10万円で、かつ確か重さがね 420g なんですよ。めちゃめちゃ軽いの。50mmF1.4 ってめちゃくちゃ文鎮みたいな重さするじゃん。それがもう 420g で、かなり軽いということでですね、そういう部分も含めて僕結構このレンズいいなと思っています。今みたいな点も含めてもう少し具体的にご紹介していこうと思いますので、ぜひチェックしてくれると嬉しいなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介するのがこちら、サムヤン 50mmF1.4FE2 というレンズになります。サムヤンさんっていうと、韓国のメーカーなんですよね。韓国の、サムヤンというメーカーで、最近本当にクオリティが高くて、オートフォーカスのレンズで、かつ結構コンパクト軽くて、で、ソニー向けで、写りも悪くないし、あと値段がめちゃ安いということで、結構新しくカメラ買う人とかに、おすすめなんじゃないかなっていうレンズが大量にあります。僕もね、前に結構 24mm っていうレンズとか、紹介してたりするんで、ぜひね見ていただければと思うんですけども、本当にクオリティも年々上がってきてて、すごいコスパのいいレンズっていう感じだと思います。で、外観とスペックチェックですね。まずスペックのところ、よいしょ。まず焦点距離 50mm ですね。要はフルサイズカメラでいう標準域ってやつになります。結構初心者とかね、新しくカメラ始めるよって人に、ちょうどいい価格なんじゃないかなと思っていて、僕もこれですね、55mmF1.8 っていうソニーのレンズがあるんですけども、これから僕はカメラを始めました。カメラ始めたっていうか、あれですね、ソニーのカメラを始めたのはこのレンズからになります。で、F 値が F1.4 スタート MAX16 となります。で、フルサイズ用のレンズになってまして、最短撮影距離が 0.4 メートルとなっています。後ほどどのぐらい近寄れるかって話はしたいと思います。で、レンズ構成8群11枚、絞り羽の枚数が9枚、重さが 420g という形になっています。軽いよね。さっき話したんですけども、ソニーの 50mmF1.4 のプラナーのレンズ、あれが、確か 730g とかその辺だったはずなんですよね。770かな、なんか 700g 台だった気がするんですけども、それに対してこれ 420g なんで、半分とはいかないんですけども、6割ぐらいの6掛け 0.6 掛けぐらいの重さになっていると思います。で、外観見ていきます。外観はね、プラスチックではありますね。結構軽さを求めるためにこのね、外観にしてるんだと思います。なんですけど、プラスチックなんですけども、結構ね、この脂肪感があって、僕はね、そんな見た目悪くないなっていう風に思いますね。結構好きかも。で、あとこのね、ピントリング、フォーカスリングかな、とかのこの脂肪というか、あんまりないね、他のところにはない感じも結構僕は気に入っています、実は。で、ボタン類ですね。ボタン類は片方フォーカスホールドボタンがあるので、ここでねピントを固定したいよという時にはこのボタンを押しますと。で、あとカスタムスイッチが一応あって M1、M2 っていうのがあるんですけども、 M1 の時はこれがね、普通にピントリングになって、この M2 の時は、F 値の変更かなっていうのがここでできるようになっています。今回のこのレンズ、写真だけじゃなくてやっぱ動画向け
動画をもっともっとメインで使う人に向けて作ったレンズらしいので、そういった意味でここでね、縁が変えられたりとかで、あと後ほどご紹介するんですけども、フォーカスブリージングっていうのがめちゃくちゃ抑制されてます。ソニーのレンズってフォーカスブリージングって例えばね、このレンズもそうなんですけども、これ 35mmF1.4 の G マスターレンズで、これね、はい、わかりますこれ。ちょっとやっぱピントの位置が動くとこう画角が狭くなったり広くなったりするじゃないですか。それがね、かなり改善されてるみたいです。なんでその辺も後ほどご紹介していきたいと思います。ケイスケの動画、はい、ってな感じでスペック外観ご紹介したところで、ちょっとだけ作例の方ちょっとね多くないんですけども、少しだけ見ていただければと思います。それではどうぞ。はい、いかがでしょうか。どうですか実際にね、ちょっと僕がこれ使った感想みたいなところをこれからご紹介していきます。で、実際どうだったか、正直な感想として結構驚きました。50mm の F1.44、1.8 じゃなくて 1.4。この F1.4 の 50mm っていうのが、このカメラと一緒にくっついてこの軽さで実現できるんだと。例えば、α7-3 とかだった場合って1キロ多分切るんですよね。50mm F1.4 つけて1キロ切るカメラとレンズの組み合わせってフルサイズだとあんまりないはずなんですよ。で、やっぱ純粋に撮ってて F1.4 ってすげえなとなんか思っちゃいました。なんかそこはやっぱりすごい、この軽さでこのボケ感、この明るさが実現できるんだっていうのはもう素直にいいなと思いました。でも久々ではないか、この前 55mm も使ったんですけども、そこそこ久々に僕は最近20とか、85mm とか、そういうね広角とか中望遠帯のレンズっていうのを使うことが多いんで、標準域のレンズっていうのをあんまり最近は使ってなかったんですけども、逆に難しい。いや、絶妙な距離感なんですよ。その撮影者のもう実力次第というか、広く撮るか、狭く撮るか、どういう風な画角で撮るかっていうのはもう全部撮影者のこうコントロールで成り立っちゃうみたいな感じがしました。これ伝わるかな。50mm っていう人が目で見るね大きさと同じ距離で映るからこそ難しさっていうのがすごいあるなっていう風には感じます。で、もう少しだけ細かいレンズのところで言うと、やっぱりですね F 値が 1.4 とかだと少しソフトになります。なんかそれもいいんですけどね。やっぱり値段が10万円以下、9万円、9万6000、8000円ぐらいかな、とかで手に入るレンズで F1.4 ってちょっとやっぱ開放ではソフトになるってことがよくあって、今回のこのレンズも、若干フリンジみたいなのが出たりとか、あとはピント面見ると若干こう甘いなというかソフトだなっていうふうには思いました。思ったんですけども、これ結構いい味だなとは思っていて、これがいい悪いっていうのは人それぞれです。もちろん本来レンズの良し悪しっていうのはここで決まるんで、いいレンズっていうのはこの F1.4 のところでも十分改造するというところではあるんですけども、若干甘いと。ただ、普通にパッとこう写真見て、これどうですか？見て F1.4 なんですけども、このパッと写真見て分かるかって言われるとそんな分かんないかなって感じです。やっぱり拡大してみるとちょっと甘いなっていうふうには思うんですけども、スマートフォンとか、パソコンとか普通にデジタルで見る分には全然気にならないかなぐらいのところです。ただ α1 とかね、高解像カメラ、高画素のカメラかとかで、拡大したりクロップしたりすると、ちょっと分かるかなっていう程度。それがF 値が 2.8 とか、その辺までいくと全然平気で使えるようになるんで、そこら辺もね、そんなに気にすることはないかなっていう感じです。で、最短撮影距離 0.4 メートルとなるんですけども、4メートル一番近いところだと、よいしょ、はい、このぐらいです。寄れるとはやっぱ言えないですね。ちょっと遠いかなとは思うんですけども、ただこっちのね 55mm だと多分もっとこんな感じじゃないと撮影ができないので、それと比べると若干寄れるのかなっていうぐらいではあります。
テーブルのものにもピントが合うんで、十分最短撮影距離もいけるかなっていう感じです。で、あとブリージングね、試さないと。よいしょ。ちょっとここにあるカメラで試します。ほい、こんな感じになりました。結構すごくない？フォーカスブリージング全然出ないですよね。これね、結構ソニー側からすると感動するんですよ。やっぱり今までのレンズって結構こうフォーカスね、ピント位置変えるとちょっとやっぱ画角っていうのが変わっちゃうっていうのが気になっていたんで、なんかその辺がだいぶ改善されてるような気がします。で、見ていただいたら分かるんですけども、ややピント送りは遅いです。なんかじわーっと合っていく感じ。結構ね、動画で使うときにピントがピュッて合うよりはじわーって合ってた方が映画っぽくはなる、なるんですけども、結構最近はカメラ側でねちょっと調節ができるっていうのもあるんで、どうかな、ここは何とも言えないところです。写真で撮ってる分には全然オートフォーカスっていうのは気にならないんですけども、動画で撮るときには遅いとは言わないんですけども、じわっと合うっていうのがこのレンズの特徴って感じですね。なんか意図的にそういう風にチューニングしてるような感じがちょっとしました。ケイスケの動画、はいってな感じでいかがでしょうか。結構良くない？いや、僕はいいと思ってます。で、なんでかっていうとコスパの面ですね。50mmF1.4、 この軽さ 420g で9万円台ってやっぱないですよ。で、他の点見ても例えば何点もあります。さっき言ったオートフォーカスがじわーっとくる問題だったりとか、F1.4 で描写が若干ソフトになるとか、その辺はあるんですけども、僕からしたら正直そこまでソフトになるっていうのは気にならない。で、じわーっと合うのもなんかそれ味かなと思って今まで正直使っててそんな困ったっていう経験はないんですよね。なので僕自身はその辺は全然 OK かなっていう感じです。で、かつオートフォーカスとかもすごい静かなんで、ブリージングも含め動作の静音性とかね、その辺も含めて結構動画にも使えるかなと思っています。最近は結構僕ね、小型ジンバルとか使ってて、やっぱちっちゃいジンバルに乗っけるんだったらレンズもそこそこちっちゃくなきゃいけないんですよ。で、それ考えた時にこのぐらいね、ちっちゃいコンパクトなレンズが 50mm で F1.4 の明るさってもうね、いいっすよねってちょっと僕は思ってるんで、最近実は 50mm ブームが来ていて、さっき出した 55mmF1.8 とか、こっちのね 50mmF1.4 とか、その辺のレンズねちょっといろいろ使って、動画も撮ろうと思っています。これからねどんな作品出せるかっていうのはまだ決まってないんですけども、作品出す時にはこういうレンズ使っていこうと思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。またこのレンズ50mm 帯のレンズ持ってない方で、このレンズ選択するっていうのも結構ありなんじゃないかなと思いますんで、ぜひですね概要欄の方に貼っておくんで、気になる方はチェックしてみてください。ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。3 minutes Thursday、純正のレンズっていかんせん高いんですよ。価格以外の違いってあるの？純正とサードパーティーでどう違うのっていう話をしたくて、今回はそれぞれのメリットデメリットについて簡単にご紹介していきます。